ニコン Z9 忘れちゃいけない初期設定の変更5点。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。今回は買ったばかりのニコン Z9 がデフォルトではオフになってしまっている便利な機能を使えるようにする初期設定の変更5点を紹介します。なんで最初から使えるようになっていないのか不思議なんですが、これを知らずに使い始めるのはもったいないので、一応確認してみてください。それでは、Let's get started! ながチャンネル No.1 センサーシールドオン。これはレンズ交換の時、イメージセンサーにゴミがつくことを防ぐため、電源をオフにするとセンサーシールドが閉じてセンサーを守る機能です。ミラーレスカメラはセンサーがむき出しなので、ゴミが付着しやすいというデメリットを抑える重要な機能なのに、デフォルトではオフです。レンズを外してセンサーが見えたときはびっくりしました。セットアップメニューから電源オフ時のセンサーシールドを閉じるに変更します。No.2 ガイドライン。ファインダーや液晶モニターに3分割や4分割の光子線があると構図を作る目安になって便利だと思います。これがなかなか表示できなくて困りました。カスタムメニューの D 撮影記録表示の D16 ガイドラインの種類から 3×3 や 4×4 を選びます。選んだだけでは表示されません。D18 撮影画面のカスタマイズ画像モニターを選びます。画面1から画面5まで選べますが、ガイドラインの表示されている画面はありません。ここで画面1を選んでマルチセレクターの右を押します。すると縦にシンプル、ディテイルと並んだ選択肢の下から3番目にガイドラインがあります。これを選んで OK ボタンを押すとチェックマークが入り、画面1に表示されます。これでファインダーを覗いてみると、あれ？ファインダー内にはガイドラインがない。D19 撮影画面のカスタマイズファインダーの設定が必要です。画面1を選んでマルチセレクターの右を押します。上から5番目のガイドラインにチェックマークを入れます。これでファインダー内にもガイドラインが表示されます。No.3 AFC 合唱オン。AFC は常に AF を合わせてくれているはずなのですが、最短撮影距離を割って近づきすぎている時など、ピントが来ていないのに気づかないことってありませんか？赤枠が点滅するので近づきすぎであることがわかりますが、Z9 は AFC モードでもピントが合っている時にフォーカスポイントが緑色になる便利機能があります。カスタムメニューの A フォーカスの A11 フォーカスポイントの表示を押して AFC モード時の合唱表示をオンにします。これではっきりとピントが合っていることがわかります。ながチャンネル No.4 ハイレゾズーム。動画撮影時の便利機能に
ハイレゾズームがあります。ハイレゾズームをオンにすると、単焦点レンズでもパワーズームをすることができます。撮像範囲を FX にすることや、ファイル形式に制限がありますが、マルチセレクターの左右を押すことでズームできるのは便利です。ただし、ハイレゾズームをオンにすると、AF エリアがワイドエリア AFL に固定され、フォーカスエリアの赤枠が表示されなくなるので、ご注意ください。No.5 再生画像回転。これは個人によって好みが分かれるところですが、デフォルトの再生画像回転オンだと、縦位置で撮影した画像が回転してモニター上に小さく表示されます。大きく表示させてピントや構図をチェックしたい場合は、再生メニューの画像の自動回転をオフにする必要があります。これでモニター全体に縦構図の画像が表示されて見やすくなります。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。